さん、こんにちは。漫画家の下田慎です。おやすです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、私自分自身への若干ご褒美企画になっております。というのも、みんなから今までいろんなリクエストもらったりとかで、ページいっぱいにキャラ描くっていうのをやってきたじゃない。何回かやりましたね。でもそれはみんなの大体意見を参考に私は書いてる。視聴者さんのね。視聴者さんの方書いてほしいキャラだったり、こっちゃんの友達の書いてほしいキャラだったり。今日はですね、私が描きたいキャラだけを、その描ける限りの時間内に描ける限り描いていくっていう。要は私の推しキャラを描くっていう企画ですね。で、せっかく今もうほら1月始まったじゃない。これからもう今年1年の仕事が始まるのよ。もちろん仕事は楽しく私やってるけども、当然描きたいものだけを描けるわけでもないじゃん。いろんなシーンとかいろんなね、これも描くのかめんどくさいみたいな時もあるわけじゃん。確かに漫画描くのにね、やっぱり自分の描きたくないこの難しいコマのシーンとかね。あとだからキャラクターが持ってる携帯電話とかほんとめんどくさい。こんなの描いてたくないみたいなさ、そういうのでもう今日は描きたいキャラだけを描くっていうね。俺の中で、下本先生の、まず絶対多分描くキャラ、2個あげていい？いいよ。俺わかるんだもん。まず、スラムダンクのルカワじゃん。もう今書いてるよ。今書いてる？今書くのがそうだよ。ただちょっと私ね、ルカワほんと好きすぎて、なんかちょっと時間かけたいの。だからちょっと私が一番でもね結構好きな、このアニメの時のミニキャラの、ミニキャラルカワね。ルカワが本当に好きだから、ちょっとそれっぽくまず書いていくわ。イケメンの方じゃないやつね。そう。で、あと多分もう一キャラは、多分ルフィじゃん。でも今それ選択肢最初なかったな。マジで？まだ私が多分ここで一回もそれこそ書いてないであろうキャラを書くと思うよ、今日。俺ね、パッと思いついた時、私の好きなもう性癖詰め込みキャラにしようと思った今日は。私の性癖が詰まったキャラみたいな。でも俺もそれ以外はね、あんま出てこないな。で、あと、下本先生がめっちゃハマってたので、ヒップマイの山田一郎。俺は、その3キャラぐらいしか出てこないの、俺の中で。あとはなんか別に多分好きなキャラいいんだろうけど、あんまりなんかこう、なんか俺に語ってるイメージはないなっていう。だから、俺もあんまり知らないキャラが出てくるかな。語ってないけど、好きな、だからもうね、もう私、らしいページを埋めると思うよ。だから、刺さる人には、私と同じようなキャラが好きな人には、めちゃくちゃ刺さるページだろうけど、そうじゃない人には、なんだこの偏ったキャラの趣味は、みたいな。なるほどね。これでまた一人目ルカワ行くよ。超ミニキャラで行っちゃった。次さ、私は推しとは言ってないけど、みんなが知ってるであろう、私の好きな、マジ小学生ぐらいの時にハマったキャラ描くね。きり丸とかかな？俺、忍たま乱太郎のきり丸好きだったんだよな。きり丸かっこいいよね。私も好きだった。きり丸より土井先生がかっこよかったよね、普通に。いや、俺はやっぱそこには行かなかった。土井先生に行くの女子だよね。今メスケ？そう、よくわかった。サスケ。ナルトのサスケです。サスケか。そう、サスケさ。サスケ好きだったんだよ、私、マジで。サスケくんだった、サスケくん。サスケね。闇落ちする前のサスケ？そう、だから小学生ぐらいの時のサスケ。一番最初のもう、ナルトサクラと組んでた時のよ。で、なんだっけ、ハクだっけ？違う、ハクじゃないっけ？なんだっけ？ハクだよ。ハクで合ってる？血形限界でしょ、血形限界。ちょっと待って、技名忘れちゃった。S 君の方が詳しいけど、そこ。これやっぱ小学校5、6年の時のナルト私書いてたよ、結構。家で小学校が帰ってきたら、ほら、友達とかとも遊ぶ相手いないから、家でいつも一人で漫画書いてたから。家で一人でナルトを書いてたよ、サスケのこと。だって小学校5年生でスマイルボーイズ連載してたからな。私は家に帰ってきたら友達と遊ぶ時間の中で速攻スマイルボーイズをノートに書かなきゃいけないんだから。そうだな。連載してたんだから小5にしてね、漫画を。次誰行こっかな。かっけえ、サスケ。次行くわ。もうね、本当に性癖が似すぎててみんなには申し訳ないけど、次も多分 S 君は知っててみんなは知らんキャラよ。
またまた。なんだべな。わかんねえな。途中まで書いてくれる。しかも、うまく書けるかな？自信がないな。俺知ってる？絶対知ってる。シャーマンキングあたりか？正解。なんでわかった？すごいやん、マジで。なんとなく、タオレンか。正解。なんとなく俺が知ってる中で来て、その顔の形から、なんかタオレンっぽい。いや、この髪型がむずいよ、私にはすごく。中華三昧だからね、多分。中華三昧本当にみんなにはつまんない動画で、本当申し訳ないよ。これね、俺だけ超おもろいわ。そうでしょ？もうすげえ知ってる。私と S 君世代だけのさ、もう同窓会やばい。絵の同窓会。絵の同窓会。下先生が好きなキャラは、もう主人公のライバルのキャラないよ。全部。で、クールなさ、エリートみたいなさ、キャラでさ。確かに、タオレンもエリートだから。で、この時代はさ、絶対いたいよ、主人公の横にそういうキャラ。いた。で、なんか、漏れなく全員黒髪でいてくれてさ。確かに。で、目もなんかそういう感じね。そう、ほんとそういう感じで。この流れでいくと、もうヒロアカのかっちゃんじゃん。だからそれが私にとっては、みんなにとってはヒロアカはさ、もう今の時代っていうか、もしかしたらちょっと古いのかなって思うじゃん。私とは最新なのよ、ヒロアカって本当に。超最新作でさ。でもヒロアカだったら、絶対勝っちゃうんだよ、もう。もう 100% そうなるよ。轟くんじゃなくて轟にそこは行くんだ。どっち？いやでも俺はシンボス先生は多分ね、かっちゃんに行くと思うよ。でもさ、かっちゃんは私、いつも叫んでるイメージあるんだけど、聞いて。それはまだ初回しか見てないから。そうか。なんかさ、なんか轟くんの方がさ、静かなイメージあるけど。まあ、でも多分ね、漫画全部読んでった時に、多分最終的には俺はシンボス先生はかっちゃんに行くと思われる。マジか。そうなると俺は予想しているよ。このラインナップで最近これにやっぱ近しいなって私が思ったキャラは、ブルーロックの、だから、リンくん。愛しリン。愛しリンくん。たださ、違うんだよね、みんな。最近ちょっと私、こういうキャラじゃないよ、自分がハマるの。小学生の時の私がハマったのがこのキャラなんよ。最近変わってんだ。年取ってくると違って、もうちょっとなんかね、違うキャラが好きになってくるんよ。主人公が好きになっちゃったんだ。違う。主人公はやっぱり、相変わらずあんまり主人公好きにはならないけど、なんか私、もうちょっと、ちょっと年いってくるとね、チャラチャラした、ひょうひょうとしたキャラっていう性癖が一個生まれてくるんだよ。ただね、そのキャラを私になんか埋め込んだであろうね、キャラもなんとなく自分で分かってるよ。どのキャラかな、原因はっていうね。それをちょっとこの次ぐらいに書く。はい、じゃあここでシャーマンキング書いて、もう角がここでちょっと違うキャラ来るよ。これはシーモス先生の新たに性癖を生まらしたキャラクターね。そう。いや、俺全然わかんないわ。なんだろう。みんな知らないかもしんない。S 君は知ってるけど、多分今の若い子はあんま知らないかもしれない。もうここまで書いてわかんないなら S 君わかんないよ。俺だから、あれだ、ファイナルファンタジーやってないからわかんないんだ。これ FF9 の主人公のジタンだね。知らん、聞いたことない。名前も知らん。嘘！本当に？俺あれしか知らん。ワッカとかしかわからん。ワッカは天やん、天。私はもうこのゲームを、やっぱ中学校1年生ぐらいの時かな。もうドハマりしてやって。俺ほらさ、ドラクエ払ったんだよ。知ってる。だから俺 FF ってあんまプレイしたことなくて。このジタンは、主人公なんだけど、盗賊なんよ。職業的にはね。盗賊なんよ。そもそも剣士とかじゃない。盗賊で、ひょうひょうとしてちょっと女の子とかにもチャラチャラした感じのキャラなんよ。そういうキャラがここで初めてかっこいいと思ったよ。でもそう、確かにシモン先生最近っていうかさ、あれだもんね、その女子にさこびるというかさ、チャラチャラしたキャラ好きだもんね。そうなのよ。その性癖が生まれたのがここなんだ。ここジタンで間違いなく。オッケー。じゃあ次ね。次何書こうかな。銀玉の起きたいきます。起きたか。じゃあ別になんか銀玉がほんと箱推しだから、めちゃくちゃ起きたが好きっていうわけでもなくて、なんかどのキャラも全部好きっちゃ好きなんよ。だけど強いて一人どうしてもなんか一人あげるなら、起きたね。わあ起きたかなと思う。確かに銀玉なんか全キャラおもろいしな。
なんか今のこの私のラインナップで言ったら土方さんになってもおかしくはなさそう。私好きなのだから、それスケボー好きなの。土方さんも好きなんだけど、なんか沖田の方がやっぱかっこよかった、個人的にはひょうひょうとして。土方さんはマヨネーズ吸ってるぐらいしか俺記憶にねえよ。まあそうだよね。マヨラーだよね。あとトッシーね、トッシーになる。いやマジギター見てる人しかわかんねえじゃねえかよ。トッシーね。沖田かっこよくない？まあやっぱ沖田はほぼね見なくていけるわ、脳資料で。やべ神やん。そんだけ書いてたね。高校生の時にもうほぼ書いてた。だからルフィと同等ね。ルフィがいたわ。ルフィがこう。やっぱルフィをなくして私のそうでしょうよ。人生は語れなかったわ。そうでしょうよ。やっぱルフィだわ。そうだわ。いや今このキャラのラインナップを考えた時にルフィはちょっとこっから外れてくるから。そうなの？ちょっと違うじゃん。ライバル的なキャラ多いから。主人公キャラ版みたいな。そう。だからちょっと違う。今浮かんでなかったけど、やっぱ私の人生ルフィなくして語れんわな。そりゃそうでしょうよ。あんだけルフィ言ってて書かねえのかいと思うやん。そうだよな。ルフィはやっぱ書くよね。やべえ、ほんと脳資料だからな。ルフィ書いたから、次誰行こうかな。そうだな。もうジャンプ祭りになっちゃうからな。ちょっと違うの行きたいけど。確かにジャンプ祭りだこれ。またジャンプ祭りになっちゃってるよ。私が書くとジャンプ祭りになっちゃうから。だからここ最近のところで私が書きたいって思ってたキャラを書くかなあ。書きたいと思ってたキャラ。いたかな。でもそんな YouTube で大抵書きたいと思ってキャラが書いてきてるからな。悟空？違う。でも鳥山先生で合ってるよ。ドラクエのキャラかなんか勇者か。正解です。ドラクエ3の勇者、しかも女。いや違うよ。だからこの間エース君とドラクエ3やってたら、私たち性別気づかないまま男だと思ってずっと進めてたら、途中で女子だったって私たちの選んでた勇者のデザインがね。確かに。で、女子だったってことに気づいた時の衝撃。でもなんか私女勇者ってよく考えたらめっちゃ可愛くて女子でよかったやんと思ってからずっと女勇者描きたかった。そうなんだ。なんかでも可愛い。女勇者です、これ。可愛い。で、これを書いてたら、次書きたいキャラ私決まった。ジャンプか、これ。そうです。どうせジャンプだべよ。そうです。しかもこのドラクエのこの髪型を書いてたら書きたくなる。大体想像つくな。ジャンプで、ジャンプだよ。ジャンプで。ただ私ね、多分書いたことない。書いたことめっちゃこのキャラ好きだったけど、書いたことないの。待って、じゃあさ、ジャンプで合ってる？合ってます。そして、漏れなくエース君も好きです。俺も好き？もうエース君にも語らっちゃうの。これやったらエース君語っちゃうからどうしようかなってちょっと思った。俺が語っちゃう？ただこのキャラではないと思う、エース君の好きなキャラはね。でも、だって、シャーマンキングやったべ。で、ワンピースも書いたべ。で、ナルトも書いちゃったべ。で、ジャンプだべ。アキネーターチャレンジみたいになってるやん。エース君の俺のアキネーターチャレンジ。個人的、もう髪の毛ここの画面に収まりきらないことが今判明した。ここにこれを書いたな。わかった。遊戯王でしょ。正解。しかもそれさ、遊戯王の私が書いてるのね。ねえ、闇枕じゃん、それ。違う、闇枕、マリクです。マリクの方なのどうなってんの髪型本当に。でさ、遊戯王のさ、また闇の感じになる時のいいところってさ、優しい時ってさ、めっちゃ髪なんか普通じゃん。下がってる。普通じゃないよ。だから下がってる。下がってる。落ち気味。そう、落ち気味じゃん。まあ言うなれば。だけどさ、闇になった瞬間さ、すっごい差が立つじゃん。ボーンみたいな。そう。それがまたいいんだよね。やっぱさ、それはやっぱジャンプが培ってきたスーパーサイヤ人の血筋なのかな。すごいいいよね。やっぱその逆立つみたいな、なんか、よりこう、大げさに広がるみたいな。そう。これがまたいいんだよね。絵のしてのさ、やっぱさ、漫画の表現って自由だっていうのを教えてくれたよね、先生がね、本当に。漫画の表現って本当に自由だっていうさ、髪の質すら変わっていいんだっていう。やっぱなんか怖くなるみたいなのがあるのかもしれない。ね。なんかこう、ボーみたいになると。やっぱさ、実写だと仮にだよ、二重人格のキャラがちょっと今日出てきたとしてもさ、そいつの毛が急に逆だったらみんなからそうツッコミが入るじゃん。いや、お前さっきと髪型違くねみたいなさ。でもやっぱ漫画だとそれをさ、みんな突っ込まずに見ていけるじゃん。やっぱさ、いいよね、ほんと漫画って。何かこう、
さすがにみんながポカンすぎるからみんなの知ってるキャラを描きたいと思うんだけども。なんだろう、これ本当ね、平成中期ぐらいのキャラしかいない。平成中期ぐらいの。そうだよね。現状今、令和です。でもごめん、ちょっと一個やっぱ今最近私がそれで描きたいキャラ思い浮かんじゃった。一瞬で描けるってことは人間じゃないでしょ。そうなのよ。やっぱでも私が最近やっぱちょっとって思ってたものがあるからさ。はい、俺もう分かった。たまごっちでしょ、アメッチでしょ、そう。いや、何体か描くよ。よし、じゃあ最後に、絶対私たちしかまだ知らんようなキャラいきます。そしてこれはね、斉藤さんがマジ人生で一番好きなのではってぐらい大好きな作品だよ。あ、そうなの？へえ。じゃあ最後にイース君からアドバイスを受けて今風のものを描こう。分かったでしょみんなこの最新の。私が何を描いているかね。これぞ我々が思う今の時代の最先端よ。イカゲームだよ。見たしね、2期を最近。そう。夜中にな、この人が自分家の廊下に立ってたらめっちゃ怖いだろうな。激怖でしょ、こんなの。泣いちゃうよ、本当に。まず、俺がもしこのイカゲームに参加したら、俺は、多分だるまさんが転んでもう死んでるね。あ、私も死んでると思うね。絶対動いちゃうもん。てか、動いちゃうか、エス君の足がすくんで一歩も前に出れなかったパターン。ゴールまで行けず、足がすくんでもう。ということで、ちょっと1時間オーバーしましたけど、私が今描きたい息抜きの、描きたい性癖キャラをびっちりページいっぱい描きましたー。お疲れ様。もうなんか性癖キャラっていうよりも、私の懐かし同窓会キャラになるんだけど。タオレンの髪の毛だけやば。めっちゃとんがってる。めっちゃとんがってる。でもマジでこんぐらいとんがってるよ。確かに。いやー、懐かしかったね。もう本当に懐かしくて。なんていうか、ただね、平成の人の話をみんなにただ聞かせるだけの動画になっちゃったんだけども。これどんだけギュッギュッって短くするか今悩んでるよ。まあ皆さんもやってみたらね、結構楽しいと思うので、ぜひみんな息抜きにね、1時間ぐらい、ページいっぱい自分の好きなキャラだけを描くとかいうのもやってみてください。友達とさ、話しながらやるのもおもろいかもよ。ちょうどね、今ね、受験シーズンとかでさ、なかなか勉強大変だと思うから、もし1時間ぐらいね、息抜きできそうならね、そういうのやるのいいかなと思いました。よろしかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島田慎太。バイバーイ。